皆さんこんにちは、ガジェットジェットの UK です。これまで当チャンネルでは主に 4K 液晶テレビに絞って国内メーカー4社の最上位モデル比較とか各メーカーの最新モデルとかを紹介してきました。ただ視聴者の方から最上位だけではなく低価格や中価格帯の製品も比較をしてほしいとのコメントが多くありましたので、今回はこれらの要望に沿った形で特定の価格帯での液晶テレビの比較をしていきたいと思います。これシリーズ化していくつもりです。その第1弾として今回は10万円から12万円までのいわゆる中価格帯モデルについての比較をしていこうと思います。今回比較対象として挙げた機種はこちらである程度厳選したおすすめできる機種となっています。また参考価格は2022年3月現在の価格 .com での価格を参考にしていますので、あらかじめご了承ください。それではまず10万円から12万円の 4K 液晶テレビの中で今回の比較対象に選ばれた4機種を発表したいと思います。エントリーナンバー1、東芝のレグザ 55Z670K です。価格 .com の評価は星 4.59、価格は 112,979 円です。エントリーナンバー2、パナソニックのビエラ TH49JX850 です。価格 .com の評価は星 4.07、価格は 117,500 円です。エントリーナンバー3、ハイセンスの 65U7FG です。価格 .com の評価は星 4.67、価格は 104,725 円です。エントリーナンバー4番はこちら、ソニーのブラビア KJ55X80J です。価格 .com の評価は星 4.09、価格は 113,850 円です。今回はご覧の10項目について詳細な比較を行いたいと思います。比較項目の1つ目は画面サイズです。勘の鋭い方はお気づきかもしれませんが、画面サイズはそれぞれの型名に入っているんですよね。東芝の 55Z670K は55型、パナソニックの TH49JX850 は49型、ハイセンスの 65U7FG は65型、ソニーの KJ55X80J は55型となっています。画面サイズが一番大きいのは65型のハイセンス 65U7FG です。最も小さいのが49型のパナソニック TH49JX850 ということになります。続いてはそれぞれのパネル方式を見ていきましょう。液晶パネル方式には TN 方式、VA 方式、IPS 方式、ADS 方式の4種類のパネルが存在し、それぞれの比較表はこちらになります。TN 方式は価格が安く応答速度が速い、発光効率が高いため省電力という利点があります。ただ視野角が狭いことから色変化や輝度変化が大きいため、パソコンやスマホなど個人で見る画面とは異なり、大人数で見るようなテレビには不向きなパネル方式です。 VA 方式は液晶の遮光性が非常に優れているため、バックライトの光をほとんど通さずに締まった黒色を表現してくれます。それによりコントラスト比が高く映画鑑賞に向いていると言えます。ただ他の方式と比べると応答速度が遅かったり色再現がいまいちというデメリットがあります。IPS 方式は最も高価なパネル方式で TN と VA の弱点であった視野角の狭さを大幅に改善した方式となっています。また色再現性も高く実物に近い色を映し出すことが可能なことから高級テレビや医療機器のモニターにも使用されている方式です。ただ液晶の性質上バックライトの透過率が高く光の漏れが大きいためにコントラスト比が低く応答速度も遅いというデメリットがあります。ADS 方式は IPS 方式と液晶の分子の構造や動きが全く同じであるため、特徴や性能は IPS 方式と何ら変わりはありません。IPS パネルは日本で、ADS パネルは中国で開発したという理由だけで名前が違っているらしいんですよね。各モデルのパネル方式はご覧の通りになります。東芝の 55Z670K、ソニーの KJ55X80J は VA パネル、パナソニックの TH49JX850 は IPS パネル、ハイセンスの 65U7FG は ADS パネルとなっています。ここら辺のパネルについては本当に人の好みがそれぞれ分かれる部分なので、一度家電量販店等で確認することをお勧めします。ちなみに唯一 IPS パネルを採用していたパナソニックも2021年度いっぱいで IPS パネルの生産を終了してしまうので、そういった点では国内メーカー最後の IPS パネル搭載機種として TH49JX850 にも価値があるのかなと個人的には思いますけどね。
比較項目の3つ目はバックライト方式です。液晶テレビのバックライト方式にはエッジ型と直下型の大きく分けて2つの方式が存在しますが、コントラスト比の高さや画面全体を均一な明るさに保てる点から直下型の方が優れていると言われています。各モデルのバックライト方式はご覧の通りです。すべてのモデルで直下型を採用していますが、パナソニックの TH49JX850 のみ直下型に加えて LED のエリア制御機能が搭載されています。この LED のエリア制御機能では画面全体をブロックに分けてコントロールすることで、明るいシーンのエリアのみ LED を点灯させ、暗いシーンのエリアは LED を滅灯させることができます。そのため明暗のきめ細かな描画も可能というメリットがあります。よってバックライト方式に関してはパナソニックの TH49JX850 が最も優れていると言えますね。続いてはそれぞれの高画質化機能を見ていきましょう。東芝の 55Z670K は ZR1 という映像エンジンを搭載しているため、あらゆる高画質化機能に対応しているんですよね。その中でもクラウド AI 高画質テクノロジーという AI 技術を用いた高画質化機能が本当に素晴らしく、詳細ジャンルやコンテンツごとの画質特性をクラウドから取得し、視聴中のコンテンツに最適なパラメータを用いて高画質処理を行うことで、高精細でリアルな高画質を実現してくれます。パナソニックの TH49JX850 にはオート AI 画質といったこちらも AI 技術を用いた自動画質調整機能が搭載されています。オート AI 画質では AI がシーンに応じて自動的に最適な画質に調整してくれるため、映画の暗いシーンでは細部までコントラスト豊かに描き、晴天のスポーツのシーンでは芝生の色まで明るく色鮮やかに表現してくれるんです。その上バックライトは比較モデルで唯一直下型のエリア制御機能が搭載されていることからコントラストを高めることができるため、他の機種と比べて奥行きのある映像を映し出すことが可能と言えます。ハイセンスの 65U7FG には東芝映像ソリューションと共同開発したネオエンジン2021という映像エンジンを搭載しています。正直に言うとこれといった特筆した高画質化機能はないんですが、地デジ映像を 4K 相当の解像度にアップコンバートする 4K 復元やコントラストを際立たせて映像の立体感を強調するテクスチャ復元、テレビを視聴している部屋の明るさなど、視聴環境によっても色温度や明るさ、彩度などを細かく自動調整してくれる自動画質調整など、あらゆる高画質化機能を総合的に網羅してくれるっていう印象を受けていますね。ソニーの KJ55X80J には HDR-X1 というプロセッサーが搭載されています。ソニーといえばアップコンバート機能が売りですが、X80J でも4KX リアリティプロといったアップコンバート機能が搭載されています。4KX リアリティプロでは空などの同じ色が続くエリアと街並みなどのディティールの多いエリアをエリア検出によって分割、それぞれに適した処理を行うことで、空などの同じ色が続くエリアではノイズを目立ちにくく、街並みなどのディティールの多いエリアでは線一本一本の精細感を高めるようなアップコンバートが可能となっています。続いては各モデルの残像低減機能の搭載状況を見ていきましょう。残像低減機能は動きの激しいスポーツやエンドロールなどで残像感を抑制してくれる機能になります。各メーカー最上位モデルになってくると当然のように搭載されている機能ですが、今回比較している中価格帯のモデルにはしっかりと搭載されているのでしょうか。各モデルの残像低減機能はご覧の通りです。東芝の 55Z670K、パナソニックの TH49JX850、ハイセンスの 65U7FG については1秒間に60フレームで表示されているものをその倍である120フレームで表示するための倍速機能を搭載していますが、ソニーの KJ55X80J には搭載していません。よくスポーツなんかの動きが激しい映像を見る方であれば、ソニーの KJ55X80J は避けた方がいいかもしれませんね。続いてはそれぞれの高音質化機能を比較していきましょう。高音質化機能については立体音響規格のドルビーアトムスの対応状況、搭載スピーカーの数、スピーカーの実用最大出力、それぞれの特徴機能の4項目で比較していきたいと思います。まずはドルビーアトムスの対応状況ですが、東芝の 55Z670K、パナソニックの TH49JX850、ソニーの KJ55X80J の3モデルは対応していますが、ハイセンスの 65U7FG は対応していません。スピーカーについては東芝の 55Z670K は合計11個のスピーカーを搭載した 60W 出力、
パナソニックの TH49JX850 は合計2個のスピーカーを搭載した 30W 出力、ハイセンスの 65U7FG は合計2個のスピーカーを搭載した 10W 出力、ソニーの KJ55X80J は合計2個のスピーカーを搭載した 10W 出力となっています。続いて音質面の特徴機能ですが、東芝の 55Z670K、ハイセンスの 65U7FG に関しては同じサウンドリマスターを搭載しています。サウンドリマスターは IREX 社が開発した IREX フォーカスにより地デジ放送などで音声圧縮時に失われた高調波成分を復元し、圧縮前の豊かな倍音成分を含む音質を再現してくれます。パナソニックの TH49JX850 では力強く抜けのいいクリアなサウンドを実現するために光合成のスピーカーボックスを採用しているみたいですが、正直パナソニックの最上位モデルに搭載されているようなイネーブルドスピーカーやオート AI 音質なんかの独自性に富んだ機能と比較するとあまりインパクトのある機能とは言えませんね。ソニーの KJ55X80J にはテレビスピーカーの特性に左右されず、振幅特性の並滑化と位相特性の直線化を実現するクリアフェーズテクノロジーが搭載されており、通常のテレビスピーカーでは難しい自然な音色と明瞭な音像転移が得られます。こちらもあまりパッとしない機能ですよね。正直音質に関してはスピーカーの搭載数、実用最大出力から見ても東芝の 55Z670K が圧倒的に優れていると個人的には思います。比較項目の6つ目は搭載 OS です。最近では Netflix や Unext などのネット動画配信サービスを利用する人もかなり増えてきましたよね。4K 画質の映画やドラマを楽しむには必須のサービスとなってきているので、ネット動画配信サービスの動作快適性を左右するプラットフォームもかなり重要になってきます。それぞれの搭載 OS を比較したものがこちらになります。東芝の 55Z670K に搭載されている OS は Android TV、パナソニックの TH49JX850 に搭載されているのは Firefox OS ベースの独自 OS、ハイセンスの 65U7FG に搭載されているのは OS はハイセンス独自の VIDA、ソニーの KJ55X80J に搭載されている OS は Android 10ベースの Google TV となっています。基本的に動画配信サービスの対応数や操作性なんかはソニーの KJ55X80J に搭載されている Google TV が最も優れていると個人的には思います。東芝の 55Z670K も同じ Android OS で操作性は好評ですが Netflix が見れなかったりと動画配信サービスの内容が限られてしまっているので少しそこが惜しい点ですね。パナソニックの Firefox OS も操作性に不満を抱いているユーザーは少ないですし、TVer やパラビ、テラサなんかの国内向けの VOD も幅広く対応しているので結構いいんじゃないかなと思います。逆にハイセンスの VIDA は国内向けの VOD が揃っていないので TVer やパラビなどを多用する人にはあまり向かない気がします。比較項目の7つ目は HDR 信号対応規格状況です。HDR には HDR10 や HLG などの方式があり、HDR のコンテンツを楽しむには再生する 4K テレビもそれぞれの方式に対応している必要があります。簡単に言うとテレビ側ではより多くの HDR 信号に対応していた方がいいということになるわけですね。各モデルの HDR 信号対応規格状況はご覧の通りです。対応している数は東芝の 55Z670K とパナソニックの TH49JX850 が圧倒的に多くなっています。ウルトラ HD ブルーレイなどでよく映画を見る方であればこの2モデルが向いていると思います。続いては同時録画番組数を比較していきましょう。各モデル外付け HDD を接続すればテレビ番組の録画を行うことができますが、それぞれ搭載されているチューナー数が異なるため同時に録画できる番組数が変わってきます。地上デジタル放送、 BS デジタル放送、 CS デジタル放送、 BS4K、 CS4K 放送に分けて比較した表がこちらになります。BS デジタル放送と CS デジタル放送においてはどのメーカーも2番組まで同時に録画をすることが可能となっていますが、 BS4K、CS4K 放送の同時録画番組数においては各モデルで多少違いがあるようです。BS4K、CS4K 放送について絞って見ていくと、ソニーの KJ55X80J は3チューナー搭載しているので2番組同時録画が可能で、東芝の 55Z670K、
パナソニックの TH49JX850 については2チューナーの搭載なので1番組しか録画を行うことができません。ハイセンスの 65U7FG に関しては1チューナーしか搭載されていないため、かろうじて録画はできますが、同時に他の 4K 放送を視聴することができなくなってしまいます。4K 放送も2番組同時録画ができる状況じゃないと不安って方はソニーの KJ55X80J がいいかもしれないですね。比較項目の9つ目は HDMI2.1 対応状況です。PlayStation 5などの次世代ゲーム機をプレイする人にはかなり気になる部分ですよね。各モデルの HDMI2.1 対応状況を比較した表がこちらになります。東芝の 55Z670K に関しては VRR、EARC に対応しており、パナソニックの TH49JX850 は 4K120fps、ALLM、EARC に対応。ハイセンスの 65U7FG に関しては HDMI2.1 には未対応。ソニーの KJ55X80J は EARC のみ対応しています。PlayStation 5などの次世代ゲーム機をプレイしたいのであれば 4K120fps に唯一対応しているパナソニックの TH49JX850 が一番向いていると思います。最後にその他便利機能を比較していきます。今回は口コミなんかでも需要の高かった2画面表示機能、首振り機能、スマホ連携機能の3項目を見ていきましょう。各モデルを比較したものがこちらになります。2画面表示にはパナソニックの TH49JX850 とハイセンスの 65U7FG のみ対応となっており、東芝の 55Z670K とソニーの KJ55X80J は対応していません。お掃除の際に便利な首振り機能には東芝の 55Z670K とハイセンスの 65U7FG が対応しており、パナソニックの TH49JX850 とソニーの KJ55X80J は対応していません。スマホ連携機能には東芝の 55Z670K では Chromecast ビルトインに、パナソニックの TH49JX850 では独自アプリの TV シェアに、ソニーの KJ55X80J では Chromecast ビルトインと Apple の AirPlay 2に対応しています。4モデルの中でハイセンスの 65U7FG だけスマホ連携機能には対応していないという結果になりました。ここまで10項目について比較を行っていきましたが、それをまとめたものがこちらになります。以上の結果を踏まえてどのモデルがどんな人に向いているのかを簡単にまとめてみました。画質・音質にこだわりたい、Netflix はあまり見ないよって方は東芝の 55Z670K、 全てにおいて平均以上のスペックが欲しい PlayStation 5の次世代ゲーム機をプレイしたいという方にはパナソニックの TH49JX850、 とにかく大きなテレビが欲しい、画質以外は最低限の機能で十分という方にはハイセンスの 65U7FG、 豊富なネット動画配信サービスを綺麗な画質で見たいという方にはソニーの KJ55X80J をおすすめします。個人的にはこの価格帯で限定するのであれば東芝の 55Z670K かパナソニックの TH49JX850 をより強くおすすめしますけど、皆さんはどう思いますか？というわけで今回は10万円から12万円までのいわゆる中価格帯モデルについて徹底比較をしていきました。皆さんのテレビ選びの参考になったでしょうか？もし少しでも参考になったよ、分かりやすかったよって思っていただけたのであれば高評価よろしくお願いします。今後も最上位モデルだけでなくこういった中価格帯モデルや低価格帯モデルに対しても比較を行っていこうと考えていますので、今のうちにチャンネル登録の方もよろしくお願いしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。ガジェットジェットのゆっけいでした。